1、4。これ踊ってる踊ってる。わあ、溶けた。いたしません。どうも、文でございます。今回はですね、あまり力をかけずにスーッと切れる最新型超音波カッターを紹介します。これがあれば DIY での細かい切断加工作業が綺麗に仕上がりそうですよ。今回はこんな感じで進めていきます。超音波とはざっくり言うと人の耳に聞こえないほど高い周波数の音です。一般的に人の耳に聞こえる周波数帯域、過長周波数って言うんですけど、20Hz から 20kHz って言われています。ただし、年齢によっては 10kHz を超えてくると聞こえにくくなってきます。これは 440Hz。空気が1秒間に440回振動している音ですよ。このようなね、人間が聞こえる音の過長上限を超える音が超音波です。イルカやコウモリはね、超音波で仲間とコミュニケーションをとっているって言われてますよね。今回紹介する超音波カッターはですね、人間が聞こえない 40kHz、1秒間に4万回の微細なストローク運動でカッターブレードを震わせて、その振動と局所発熱で素材をカットできるツールです。人間の手では絶対に真似できません。実は昭和の時代、人間界に超人的な技を持つヒーローがいました。ファミコンキッズの人気者、高橋名人の16連射は 16Hz。彼は1秒間に16回の振動でスイカを割ります。すごいです。すんごいです。でも、4万回は高橋名人の2500倍の振動です。もっとすごいんです。4万回金属の刃が物理的に振動するので、当然発熱しますし、接触した部分は切れます。イメージとしては、力任せに押し込まなくても、スーッと切れていく電動アシストカッターっていう感じ。はい、この超音波カッターで切ったり研磨したりしてみましょう。メーカーさんからはね、このような用途が例に挙げられています。身近にあるものを使ってやってみます。ペットボトル、いきます。うわ、スーッと入ってきた。スーッと、おー、共振してます。普通のカッター。時間的には普通のカッターの方が早いんだけど、力いるし危ないよね。ブリスターパック。これね、パッと剥がして使う人もいるんだけど、文さんは違うんですね。まず普通のカッターで。できるんだけど力がいる。超音波カッター使って、こうやるとね、ここがポケットになるから、ブリスターパックのね、この上を切って、こういうフックに引っ掛けてね、こうやって普段使ってます。皆さんにもおすすめします。デニム生地。ほとんど力入れてないよ。これを普通のカッターで同じ力でやるとね、切れてないでしょ。手芸用のフェルト生地これ入ったら弱い力でカッターマットしていくとこうなるけどね。で同じ力加減で普通のカッター切れてない。ちょっとめっちゃ力入れて切れるって感じ。これが溶けるからくっつくな。逆さハートキュンです。はい、ゴムマット。カッター切るよりゴムマット引っ張った方がいいな。スーって切れる。はい、めっちゃ切れ味切れ。はい、普通のカッター同じ力で切れてるね。1ミリぐらいの薄いやつやからね、あんま変わんないかな。はい、これは3ミリぐらいのやつね。下まで落ちて、はい、同じ力で切れてない。かなり力がいるな。よし、はい、切れた。
だから素材が熱くなってくればくるほどね、超音波カッターの威力を発揮するって感じかな。はい、こういう電子機器のね、そこについてるようなゴムマットなくなることあるじゃないですか。それを作ってみましょう。ミシンをね、縫うみたいに、マットの方を回すといいかな。はい。ゴム足はね、ハサミやポンチ使った方がね、元気ですよ。ご苦労です。それからね、カットできる厚さは12ミリまでね、対応しているそうなんで、少し厚みがあるものを切ってみましょう。プラスチックハンガー。おー、びっくりした。硬くて厚さのあるものはね、それなりに時間がかかるようです。でもね、これを普通のカッターで切るのは無理やろ。無理や。無理だ。怪我する。無理。竹橋。先にカッターでやってみよう。弱い力で。無理。強く。うわ。無理すると怪我する。なんか煙出てきた。なんかいい匂いする。うわぁ。切れた。草。焦げてるけど結構早めに切れるよ。滑らか。はい、研磨スティックに付け替えました。これちょっとサビがあるから。やっぱりこういうのはね、ヤスリやワイヤーブラシ使って手でやった方が早いし、綺麗にできると思う。はい、化粧ご飯。この薄皮取ってみようか。取れないことはないけどさ、なんか別の道具使った方が綺麗にできそうな気もする。金属磨きもできるそうなんで、アルミの板。顕微鏡で見ながらやってみましょう。綺麗に削れてる感じじゃないな。荒削りって感じ。指先で制御するのは難しいな。それでは主な機能を解説しながら使い心地について話していきます。はい、ご覧の通り本体は結構大きめのね、角丸四角柱なんで、作業中握りやすい感じではありません。エルゴノミクスデザインでもないしね。これ1センチ仕様なんですけどね。約ね、長さ18センチ×3センチぐらいね。太さが3センチあるので、手の小さい人だとね、少し太く感じるかもしれません。重量もね、159g とね、重くはないけど軽くもないので、指先の繊細な作業をしやすい重さではないと思います。はい、ちなみに、これと同じぐらいの重さです。ただ超音波カッターというのは、強く押し込んで力で切る道具ではなくて、超音波による振動先端と、その振動で生じる局所発熱で切っていくものなんで、強い力はいりません。むしろ、この力みにくい太さと重さは、安全側に働く面もあります。はい、このキャップの帽子を取ると、小物入れになってるんですよ。中にね、はい、六角レンチが入ってて、よいしょ、はい、動かない設計になってます。ブレード類もね、何個かこの中に入れて、持ち運びできます。ただこの研磨ブレードというのはね、入るは入るんやけど、蓋閉めるとここ、蓋が完璧には閉まらない。ちょっと浮く。多分ね、これ、ほとんどのユーザーが使わないのでね、気にしなくていいと思う。このキャップ、外れないように、ロックできるので、安全性についての配慮が見えますね。はい、まずはカッターブレードや研磨スティックの変え方。この中にあってる六角レンチ。少し緩めて。本当はこれ使った方がいいけどね。ムーさんは特別な訓練を受けてるからね、怪我しないんですよ。はい、これ取って、他のブレード入れてね、ほら。怪我しないでしょ。全然切れない。で締め付ける。こ
このブレードホルダーアルミ製なんでね、ちょっとあまりネジをね、強く締めすぎるとここね、跡が残る。力加減必要ですよ。研磨スティックはね、ちょっと違うんですよね。ちょっと厚みがあるから、このスリットの幅が違う。はい。この研磨スティックね、ちょっと使ってみたら、このブレードホルダーの内部の部分、黒くなってるでしょ。まあ、このブレードホルダーアルミ製なんでね、まあ、微量やと思うけど振動で削れてるよね。だから研磨スティックを使い続けると、この切り込みの幅がだんだん広くなってきて、まあ、共振の音もうるさくなってね、いずれ研磨スティックがすっぽ抜けるかもしれません。まあ、これは長期的に使ってみないとわかりません。まあ、この研磨スティックもね、専用ブレードホルダーもね、予備がないので、長くは使えなさそう。でも実際に使ってみて、個人的にはね、実用性を感じられなかったので、まあ、分散は使うことないと思う。このまま人差し指にグッと力を加えれば、大人の力なら真っ二つに折れそうやし、予備が入ってない時点で、多分おまけのような位置づけのパーツだと思う。研磨スティックについてはそんな印象です。この5種類のカッターブレードについてはね、潤沢に予備があるし、ブレードホルダーも2個あるし、長く使えると思う。まあ、いかにもね、これがメインパーツやでっていう印象です。はい、続いて操作方法。これね、オフ、ハイ、ロー、オートのモードがあって、現在の状態がディスプレイに表示されます。オフは停止。ハイはこのオンスイッチを押している間だけ強い出力で超音波振動する手動モード。なんかキーンって音がする。うわ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 、うるさうるさうるさ。プラスチックなど硬い素材のカットに適しています。ちょっとうまく閉まってないな。結構固めに閉めないと共振する。大丈夫だ。そしてローはこのオンスイッチを押している間だけ弱い出力で超音波振動する手動モード。布のような柔らかい素材のカットに適しています。で、オートは一度オンスイッチを押すと超音波振動が持続するモードです。ここでね、消費電力を測定した様子では、ハイになったりローになったり出力変動してるみたいです。説明書に書いてないので、実際の出力の状態はわかりません。ショート、はい、ご覧の通り、スイッチを押すか、オートモードでね、手元を明るく照らすライトがつきます。なんか煙出てるな。今オートモードやけど。プラスチックとかなんか竹の焦げ目がついてるから、しょうがない。これ本体に温度センサーが内蔵されていて、超音波振動が作動中、まあローでもハイでも何でもいいんやけど、ディスプレイに内部温度を示すゲージが8段階。だんだん上がってきて、マックスになるまで温度上昇すると、自動停止してクールダウン状態に入ります。これね、電力系つないで、挙動を見たところ、自動停止すると電源オフと同じ状態になって超音波振動が止まるので温度が下がります。内部温度が下がった後、たとえオートモードのままであってもね、自動復帰はしないようです。再開する場合は改めてオンボタンを押す必要があります。言い換えると、オートモードでね、うっかり放置していても内部温度が上昇しすぎたら自動的に電源オフ状態になる超音波オートオフモードが搭載されているという見方もできます。超音波は人間の耳では全く聞こえないので、動いているかどうか分かりませんからね。さっきね、煙が出てたように、プロの超音波加熱を避けられるので、必要なセーフティー機能だと思います。また見方を変えるとね、ここまでは連続して使えますよ。なお素材やブレードの種類によってもね、温度上昇の速さは大きく変わります。研磨スティックの場合は、カッターの数倍の速さで温度が上がってたので、早めに保護機能が働いて、待ち時間が増えやすい印象です。これ温度はどのぐらい？結構上がってきたけどね。少しあったかい感じ。40度前後。熱くはない。それでは本当にブレードが振動しているのか、発熱しているのかね、見える化してみましょう。ろうそくね。よいしょ。米粒なりのろうそく。オートモードスイッチオン。これ踊ってる踊ってる。落ちた。オートモードスイッチオンのまま。溶けた。普通のろうそくは50度から60度で溶けます。実際ね、何度になってるか測ってみましょう。一気に50超えてきた。70、80。あら、結構あるよ。
100度近くいくな。これ熱いわ。普通のカッターで力任せに切った断面と超音波カッターで切った断面、実は全然違うんです。普通のカッターの断面、超音波カッターの断面。全然音が違うでしょ。引っかかり具合が全然違うんですよ。これね、顕微鏡で拡大して見てみましょう。こっちが普通のカッターの切断面。なんか角が尖った感じするよね。こっちが超音波カッターね。ちょっと光沢があって角が軽く滑らかになってる。普通のカッターの切断面、これだと指を強めに当ててね、横にグッとねスライドさせたらね、スパッと切れると思います。超音波の方だとね、こう熱で溶けて角が少し馴染むんですね。だから超音波カッターの切断面はね、光沢があって滑らかです。高橋名人が割ったスイカの断面の2500倍滑らかです。怪我はしにくいと思います。なんか安心感がある。カッターブレードより研磨スティックの方がね、接点を泣かせやすいのでこっち使います。このようにね、当てる角度や力加減によってはね、接点が共振して、キーキーピーピー音が聞こえます。震えてる証拠ですね。どこにも接触していなければ、超音波の音自体は聞こえませんが、その振動がね、接点や本体、作業台などにね、伝わって、過聴域の音になることがあります。何かに共振した音をね、マイクが拾うこともあるので、ここにマイクがあります。比較的高い音が聞き取りやすい若い人の中にはね、不快な P 音が聞こえているかもしれません。このカメラと、超音波カッターはね、同じ 100V 電源使っているので、電源ライン経由のノイズやマイクが音を拾うことで撮影した映像や音声に影響が出ることがあります。実際過去にね、超音波洗浄機のレビュー動画を撮影した時にスイッチをオンにした時のみ映像にノイズが乗ってたことがありました。映像、音声大丈夫そうでしょうか。文さんの耳には何も聞こえてないのでわかりません。こうやっても聞こえません。これが超音波の副産物です。そういうもんだと思ってください。はい。それではセット内容を細かく見ていきましょう。セミハード収納ケース。パカ。はい。ジッパー付きの小物入れも付いてる。本体ですね。放熱効率が高いアルミ合金ボディ。蓋は違うみたい。交換用カッターブレードと研磨スティック。ちょっと全部見えないけどめっちゃ入ってる。替え刃は5種類。各10枚ね。計50枚も入ってます。ざっとこんな形のものがあります。金属とか石とか切断するわけじゃないので、ヘビーユーザーじゃなければ一生分あるかもしれません。替え刃については付属品を購入できる通販サイト等を開設されるそうです。この中にある細刃のみ。ちょっとイメージが湧きにくいと思うんですけど、これね。こういうナタのような形してて、側面がね、長い刃になってる。片刃ストレートって言った方がわかりやすいかな。研磨スティックはですね、黄色いのが入ってました。素材についてはよくわかりませんけど、見た感じ、なんか薄い砥石のような質感ですね。本体とカッターブレードの橋渡しをするブレードホルダーが2個。横から見たらこの字になってる。カッターブレード用と研磨スティック用別々です。このスリットのね、幅が違うんですね。はい、こんな感じにつけます。本体の方にも装着されています。このカッターブレードも最初からついてるやつね。替え刃固定用ネジの予備でしょうね。5個入ってます。ここについてて、替え刃を固定するやつ。予備が5個も入っているってことは、それだけなくしやすいってことなんでしょう。替え刃固定用ネジを緩めたり締めたりする六角レンチ。これは予備です。本体の蓋の中にも入ってましたね。指先保護用の指サークですね。ブレードを交換するときはね、作業中は装着した方が安全ですね。刃先はね、見かけより熱くなるから。はい、磁気パッド。はい、これね、磁石になっているので、替え刃や六角ネジやらね、金属製のものをくっつけてなくさないようにするためのものだと思います。ここね、5ミリ四方のね、メモリのついてるね、定規としても使えます。はい、取扱説明書。
文さんの手元にあるのはね、英語版です。販売担当の方に確認したんですけど、日本の正規販売ルートから購入した商品には、日本語の説明書がついているそうです。最大 35W PD パワーデリバリー規格対応の USB 電源アダプター。よいしょ。USB Type-C 電源ケーブル。このアダプターと合わせて別の機器のね、充電にも使えるけど、本機では電源供給用、充電する目的のものではありません。Type-C から電源供給できるってことは、ここからね、PD 対応のモバイルバッテリーにつなげば、屋外作業も可能です。これ本体にバッテリー入ってないので、将来バッテリー処分に悩む心配はありません。はい、ということで、ついに超音波カッター、文さんの DIY ツールの仲間入りを果たしました。今後 DIY の幅が広がるのは確実です。ぶっちゃけ超音波カッターでできることは、基本ね、普通のカッターでもできるといえばできるんです。これは昭和のカッターです。ただね、素材が分厚くなってくるほど、普通のカッターでは切断に時間がかかるし、より強い力をかける必要が出てきて、怪我のリスクが高まります。それにね、一定の厚さを超えてくると、もう手切りは難しくなります。そうなるとね、軽く溶かしながら力をかけずに切断できる超音波カッターの方が安全に作業ができます。先ほどお見せしたようにね、切断面の角が取れて切り口が滑らかになる超音波カッターでは、切断面で怪我をするリスクが減るメリットもありますね。そういう意味では、切る素材や目的に合わせて、普通のカッターと住み分けはできそうです。ただスイカを切るならね、普通のカッターの方がよく切れそうですす。どうですかこの超音波カッター。スライスチル P10。動画公開時点では、新しいものを応援できる幕開けでね、割引価格で購入できます。幕開けで購入できる終了日まであまり日にちがないので、欲しい方はお早めに。動画の概要にね、幕開けの購入ページをリンクしておきますが、将来、別の場所で購入できるようになった時は、新しい商品リンクに差し替える予定なので、興味ある方は確認してみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と通知設定をして、文さんの動画を見に来てくださいね。ほな、また別の動画で。